今回の動画では次回のイベントではないかとされている。サイドストーリー復刻ライト版青くもゆる心で実装されるオペレーター。ロドスの戦いとやらを見せてもらおう。前衛オペレーターソーンズの紹介及び概説を行っていきます。お前がドクターか。自己紹介をしよう。コードネームはソーンズ。本日よりズボンの裾がまくれている。気にするな。いつものことだ。ソーンズはイベリア出身のエーギル人で、地元の宗教情勢が大きく変わってしまったことから故郷を離れ、ロドスを訪れた人物です。ソーンズがロドスに訪れた当初は、ぶっきらぼうな態度や戦場においての動きから、冷酷かつ残忍で無情な人物だとは思われていましたが、実際のところはクールな性格ではあるものの、素直で自由奔放、垢抜けており、他者が困っている時には迷いなく手を貸すことができる。一般的に言うと善良な人物となっています。ただ、自身の持つ戦術が影響してか、ややきっちりとした性格なため、あまりとやかく言うことはありませんが、時間には若干うるさいところもあるようです。得意なことの一つに薬剤の製作があり、これはソーンズの戦闘にも応用されているほか、抽出や生成において優れた才能を持つため、医療オペレーターにも評判とのこと。もっとも、ソーンズは確立された薬剤の製造以外にも、薬剤による実験を楽しむことが多いため、たびたび爆発を起こし巻き添えを食らっているようです。そのためか、身なりに関してはあまり気にはしておらず、服の裾がまくれていたり、髪が乱れていることも多い様子。一方で戦術に関しては非常に緻密かつ綿密であり、ソーンズが得得している剣術、レストレッツァは攻撃の角度から回避の軌道、防御の姿勢といった、あらゆる動作には何一つ無駄はなく、また全てが計算された動きとのこと。それにソーンズ自身が作成した薬剤を織り交ぜた戦法がソーンズの戦い方となっています。なお、レストレッツァはスペイン語でスキル、機能、能力という意味があり、スペイン剣術にはレストレーザバーダレラ、真の芸術というスタイルもあるため、レストレッツァはまさにスペイン周辺をモチーフにしているとされている。イベリアにとっての芸術であり、至高の剣術ということなのでしょう。なお、そのイベリアに関してですが、現時点ではほとんど内部情勢が分かっていません。理由は至って単純で、イベリア政府がほぼ鎖国状態のような状態を作り出しているためであり、イベリアから出ていくことに関しては比較的容易である一方で、イベリアに入国することはたとえイベリア国民ですら困難を極めるという状態となっています。つまり、去る者は追わず、来る者は拒むというような現状のため、ロドスの調査員ですらイベリアの長期的かつまともな調査ができていません。そのため、イベリアの情勢を知るには、イベリアから出てきたものから聞くという方法しかないのですが、情報統制が行われているというわけではないにもかかわらず、イベリア人はあまりイベリアのことを話したがらないとのこと。ただ、ソーンズに関してはそういうわけではないようで、自分から話すことはありませんが、聞かれたら淡々と答えてはくれるようです。しかし、ソーンズの話したことに関しても裏の取りようがないため、あくまでも参考程度に取り扱われている様子。ソーンズ曰く、イベリアの現状は、エーギル人は差別されてしまっており、ラテラーノとの関わりがあるため、国家規模で宗教が根付いてはいるようですが、ラテラーノ人ですら、引け目を感じるほどの啓蒙さがある一方で、厳かな雰囲気の都市からは考えられないほどの狂気をはらんでいるとのこと。ソーンズはラテラーノ宗教の信徒でないのであれば、イベリアには行かない方が良いと断言しているため、純粋すぎる水は毒とも言われるように、イベリアに根付く最も純粋な信仰は、信徒以外には猛毒なのかもしれません。ソーンズのモチーフに関してですが、現時点では小心2のイラストから得られる情報が少ないなどから、間違いなくこの生物がモチーフだという断定はできていません。ですが、現状最も有力視されている生物がおり、それは、ガンガゼモドキと呼ばれるウニの仲間の一つに分類される生物です。ガンガゼモドキは中国語ではこのように書き、ソーンズは
大陸版ではこのように表記されています。このように類似性のある名前ということや、ソーンズと同じように神経毒を武器にして身を守るため、ガンガゼモドキがソーンズのモチーフというのはかなり的を得たものと思われます。素早く効率的に敵の行動力を削ぎ、最小の被害で勝利をもぎ取る。お前の指揮については完全に理解しているつもりだ。だから攻撃に合わせてこの麻痺性の神経毒を使っているんだが、何か問題でも？ソーンズはシルバーアッシュやラップランドと同じ長射程型の前衛オペレーターで、HP や攻撃力などの基本的なステータスは他の長射程型のオペレーターと比べると攻撃力がやや低めとなっている一方で、防御力や HP は高くなっています。ただ、その差も微々たるものにはなっているので、特に大きな特徴を持つステータスというわけではありません。ソーンズの素質は2つあり、1つは攻撃した目標を中毒状態にする神経腐食。中毒状態とはつまりアズリウスのスキルのように継続ダメージであるドットダメージを与えるものとなっており、通常の敵であれば最大で毎秒140の術ダメージを3秒間付与します。ソーンズの攻撃は 1.3 秒に1回行うものとなっているので、敵が単体であればドットダメージは敵が倒れるまで付与されることになり、物理攻撃タイプのオペレーターでありながら防御力が高い敵にもある程度のダメージを出すことが可能となっています。そしてソーンズが攻撃した対象が遠距離攻撃ができる敵、つまりドローンや術師などの敵であれば、この素質による与えるダメージは倍となります。そのため地上配置のオペレーターでありながら空中の敵にも対応することが可能で、剛術するスキル3の効果によって狙撃オペレーターにも負けず劣らずの対空殲滅力を誇ります。そしてソーンズのもう一つの素質、故郷の塩越は、ソーンズが攻撃をしていない状態が2秒間続いた場合、HP が毎秒最大で 4% ずつ回復していくというもので、この効果はソーンズが攻撃を再開するまで持続します。この効果はとにかくソーンズが攻撃していなければ発動するため、ソーンズがスタンや凍結状態といった攻撃ができない状態であっても発動することとなります。そして毎秒回復する HP の量もかなり高く、最大で毎秒91回復となっており、この数値は未ブロック時に HP が持続回復するヘラグの素質、サクその身に宿るを上回っています。また、このように継続ダメージを受ける H5 の3などのステージギミック、毒性ガスもものともしません。この素質によってソーンズは高い生存能力を取得しており、場所によっては短期運用することすらも可能となっています。この時点でソーンズはすでに完成されたオペレーターといっても過言ではないほどで、ブレイズと同じく雑においても強いオペレーターということがわかります。潜在強化による効果は、コストマイナス1、素質2効果強化、攻撃力プラス26、素質1効果強化、コストマイナス1となっており、必須というわけではありませんが、特に3段階目と4段階目の素質効果強化は強力なものとなっています。余裕があるのであれば、5段階目まで強化しておくことをお勧めしますが、ソーンズ以外にも非常に強力なオペレーターは今後も実装されるため、無理に追いかけることはお勧めしません。スキル1、攻撃力強化ガンマは、スキル発動中、自身の攻撃力を上昇させるスキルで、他のオペレーターも所持している場合がある汎用スキルとなっています。特にこれといった特徴がないことがある意味で特徴のスキルとなっており、可もなく不可もなくといった性能となっています。他の攻撃力強化系のスキルと比較した数値は上記の通りとなっており、数値としてはスペクターのスキル発動時とほぼ同等のものとなっています。とは言っても、スペクターはブロックしている敵すべてに攻撃が可能なため、実際に運用した場合の数値には大きな差が出てしまうことは想像に難くありません。ソーンズは空中の敵にも攻撃することが可能ですが、その際にはさらにダメージは減少するため、ソーンズを運用する際においてはわざわざこのスキルを運用する意味合いはないでしょう。
このようにスキル1はスキルの埋め合わせという側面がかなり強くなっており、このスキルを強化する価値を見出すことは難しく、強化をしてもドローに終わってしまう可能性が高いと言わざるを得ません。そのため、このスキルはよほどの理由がない限りは特化する必要はなく、スキルレベルは7で止めてしまっても構いません。スキル2、保身の棘は、ソーンズが攻撃を停止する代わりに、攻撃力と防御力が上昇。敵から攻撃を受けた際に、前方の一定マスにいる最大4体の敵に対して攻撃を行うという、反撃のような効果を持つスキルとなっています。攻撃の種類としては自発的な攻撃ではないため、素質2の効果であるリジェネが停止することはなく、スキル発動中はたとえ反撃が発生しても常にリジェネが発動した状態となります。そのため実質的にこのスキルは攻撃力上昇、防御力上昇、反撃、リジェネの効果があるスキルと言えます。スキル2の性能と前衛オペレーターで類似した性能を持つスキルを比較した表は上記の通り。ただし、ソーンズの火力に関しては攻撃されなければ発動しないので、あくまでも参考値程度の数値となっています。火力としては新銀山ほどではないものの、防御系のスキルとしては破格とも言える火力となっており、新銀山のように防御力が低下するということもないため、安全に高い火力を出すことができるというのが、このスキルの大きな長所と言えます。また、反撃の発動条件が敵に攻撃されるだけで良いという、エアースカーペのブレイドビット発動のように火力を最大限発揮したいのであれば、他のオペレーターの協力が必要ということもないため、お手軽にスキルの効果を享受できるというのも大きな長所と言えます。続いて、保身の棘発動中のソーンズのステータスと HP 回復量について紹介。表の通り、シルバーアッシュの説教生存戦略とかなり近い性能を有しており、スキル発動中であれば中型程度の敵なら、ソーンズ短期で相手することが可能なことがわかります。この耐久力に合わせて戦術した火力を持ち合わせているので、複数体の雑魚敵程度であれば、ソーンズの障壁になることはないでしょう。ただし、当然あらゆる場面で使用できる万能なスキルというわけではなく、攻撃されなければ反撃ができないので、例えばブッチャーのような一撃が重く、攻撃速度が遅いタイプには、ほとんどの時間を守りに徹してしまうことになり、火力を十分に発揮することができません。また、あまりにも敵の一撃が重いと、リジェネが間に合わず、ほぼ何もできないまま倒されてしまうことになります。そのため、多芸なスキルではありますが、万能なスキルというわけではなく、ステージの環境によってはかなり不安定なスキルとなっているので、剛述するスキル3と場面によって切り替えていく必要があるでしょう。そういったことからスキル強化の優先度はスキル3よりかはやや低いものとなり、スキル2の特化に着手するのはスキル3の特化終了後をお勧めします。なお、このスキルを特化するのであれば、スキルレベルは7のままか、一気に特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル3、レストレッツァは、スキル発動中、攻撃範囲が拡大し、攻撃力と攻撃速度が上昇。さらに、攻撃がたとえ遠距離攻撃だったとしても、近距離攻撃とみなし、特性の遠距離攻撃の際の攻撃力が 80% になるデメリットが無効化されます。そして配置後2回目のスキル発動時には、攻撃力と攻撃速度の上昇値がスキル発動1回目の2倍に上昇。さらに発動時間が無制限となります。つまり、特化3までこのスキルを強化しているのであれば、2回目のスキル発動時の効果は、攻撃範囲拡大、攻撃力プラス 120%、攻撃速度プラス50、全攻撃近距離攻撃化、持続時間無制限という、もはや聞くだけで強いということがわかる強化の詰め合わせとなります。2回目のスキル発動時には散発的に出現する敵であれば、ソーンズ短期で地上も空中も全て殲滅してしまうほどで、地上に配置する狙撃オペレーターといっても何ら変わらないどころか、攻撃速度も単純火力も団体狙撃の通常攻撃時を上回ることになるため、地上の敵がいない状態であれば空中の敵も一方的に倒すことが可能となります。
スキル3の火力をまとめたものが上記の表となっており、さすがに一発の火力は新銀山にはかないませんが、スキル DPS という点ではおよそ 1.3 倍の火力となっており、この火力が常時出力され続けるため、最終的に見ると凄まじいダメージを叩き出すこととなります。このスキルの弱点となるポイントは、2回のスキル発動をしなければ効果が最大にならないというスロースターターっぷりで、たとえスキルを2回発動させても一度撤退するなどしてステージを離れてしまった場合は、再配置時には再度スキルを2回発動させなければ効果が最大まで発揮されません。また SP の回復手段が攻撃回復のため SP の溜まる速度も自動回復よりやや遅いので、初動はやや非力な場面が目立ってしまいます。こういったことからいわゆるチェーンボムやポン置き新銀山のような場面場面でポイント使用するということはできません。ただ、そんなスロースターターっぷりが気にならないほどには強力なスキルとなっているので、ソーンズを入手した際にはぜひとも最優先で特化することをお勧めします。きっとブレイズを入手した時のような、またはそれ以上の強力な味方となってくれるはずです。なお、このスキルを特化するのであれば、スキルレベルは特化3まで上げきってしまうことをお勧めします。ソーンズの基地スキルは、どちらも加工書に関するものとなっており、一つ目は副産物の入手確率をプラス 50% するもの、もう一つは、副産物が2回連続で生成されなかった場合に、1回の加工に使用した分の体力を回復するというもの。つまり、1回目に体力消費が4である RMA70 の24を加工して副産物が生成されず、2回目の加工時に体力消費が8である T32 鋼を加工した際にも副産物が生成されなかった場合に、ソーンズの体力を8回復するという効果となっています。体力回復効果は嬉しいところではありますが、副産物の生成確率が高くはないため、ソーンズを基地にて使用するということは滅多にないでしょう。そのため、基地スキルのためにソーンズを昇進させることはお勧めしません。それでは実際にソーンズを使用していきます。今回使用するステージは CE5。ソーンズのステータスは、昇進2レベル70、スキル3の特化3となります。まずは通常時のソーンズの攻撃力から紹介。通常時であれば攻撃力は710と決して高い数値ではありません。わかった。無駄だ。いつでもいける。なめるなよ。ですが、スキル発動1回目の時点で攻撃力は1100台に到達。攻撃間隔は 1.03 秒にまで短縮されます。早く。こちらチェン。なめるなよ。続いて2回目のスキル発動。2回目のスキル発動では攻撃速度も目に見えて速くなっており、実際に攻撃間隔は 0.867 秒にまで短縮されます。そして肝心の攻撃力は1500にまで到達しており、オリジムシや猟犬程度であれば一撃、クラッシャークラスの敵であっても素質による実ダメージだけでなく物理ダメージを直に与えることが可能となります。ここから先はソーンズがひたすら暴れ回る様をどうぞ。匂いが強い。
私と対峙しようというその自信はどこから湧いて出たのだ？ソーンズは先ほどのプレイ動画などからもわかるように、ブレイズと同じ雑においても強いタイプのオペレーターであり、初動のスロースターターな部分さえカバーしてあげれば、あとはひたすらに暴れ回ってくれるという、お手軽に持続的な高火力が欲しいという方には、うってつけのオペレーターです。地上と空中の敵の両方を対処することができ、リジェネによってある程度自己完結している部分もあるため、汎用性が非常に高く、通常ステージやイベントステージ、機器契約のデイリーステージといった幅広い場面での活躍を見込むことができます。一方で瞬間火力という点や配置の柔軟性という点ではシルバーアッシュには劣るため、頻繁にオペレーターを出し入れすることが多い機器契約の超高等級などでは、平常時の暴れ回りっぷりはやや鳴りを潜めます。逆に言えばそのようなステージでなければ常に暴れているということではありますが、いずれにせよ非常に強力なオペレーターであることに変わりはなく、個人的には初心者、中級者、上級者問わず、ぜひとも入手しておきたいオペレーターです。以上でソーンズの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。